お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。今日はチョコレートに合うお茶探してみます。で、もうすぐね、バレンタインデーですよね。で、このバレンタインデーに関わらずですね、チョコレートってお茶に合うのかどうか、特に日本茶に合うのかどうかっていうのをね、前々から気になってたんですよ。調べてみようと思って。で、今回9種類のお茶用意しました。で、そのお茶とともにチョコレート、どのお茶が合うのかっていうのをね、調べてみようと思います。で、調べるお茶は9種類あるんですけども、その前にチョコレートを説明します。チョコレートはキットカット。今ね、受験のシーズンっていうことで、受験生の方、キットカツということで、キットカット、これを愛用してる、たくさん食べてる方いらっしゃると思います。で、その時にね、お茶、どのお茶が一番合うのかっていうの気になりませんか？もうね、これちょっとやってみたかったなって思ってたのを今日やってみます。で、お茶をね、入れていって、7種類入れました。で、あと2種類ですね、煎茶2種類、今こちらで入れたいと思います。で、まずは、煎茶、いい煎茶ですね。すごく細かい煎茶を、これ入れていきます。で、いい煎茶ほどね、京都の煎茶はうまみ甘みも兼ね備えているので、お湯の温度を低くして入れます。で、どれくらい低くかっていうのは、触ってみてね、ほんのりあったかく感じるくらい、ちょうどこのくらいですね。で、入れていきます。で、葉っぱが開くのを見ながらね、ゆっくりと入れたいと思います。これしばらく置いときましょう。で、これ入れてる間に次ね、一般的な煎茶、これ太陽の光を存分に浴びている煎茶を入れていきます。で、これもね、ほとんど渋みがしっかり感じられるお茶だと思うので、こちらは熱いお湯を使ってね、入れていきます。で、このままお湯をちょっとだけね、ワンクッション、この茶碗に入れて、で、入れていきます。で、このお茶待っている間にですね、もうこれ、いい感じに開いてきましたね。注ぎたいと思います。色合いがね、すごく綺麗な色ですね。美味しそう。さあ、最後の一滴まで注ぎます。綺麗な山吹色のお茶になりましたね。はい、OK ですね。こんな感じです。では、もう一つの煎茶もいい感じになりましたので注ぎましょう。こちらもね、黄色がすごくちょっと濃い感じの色になってますね。こちらも最後の一滴までしっかり注ぎます。はい、出来上がりました。で、こちら煎茶2種類あるんですけども、お茶説明していきます。まずね、これ玉露です。うまみがしっかりと入っている玉露。そしてこちらかぶせ茶ですね。玉露よりも日数が短い期間なんですけども、太陽の光を遮って作るのでうまみがしっかりと入っています。で、こちらが天茶、抹茶の材料ですね。そして上級煎茶と一般的な煎茶、そして、ほうじ茶ですね。ほうじ茶で玄米茶で、さらには京番茶、京都の独自のお茶ですね。そして最後に紅茶。紅茶だけね、緑茶じゃないんですけども、比較対象として見てください。この9種類のお茶入れたので、
キットカットと一緒にどのお茶が一番合うのかやってみましょう。いやー楽しみやな。まずはじゃあキットカットいただきます。美味しいですよね。まあチョコレートね、たくさん食べ過ぎるとこれお茶飲んでもうお腹いっぱいになるので、この半分ぐらいにしたいと思います。おいしい。間違いないですね。じゃあこのチョコレートとまずは玉露合わせてみましょう。初めてやな。うまみがねぐわっと横に広がる感じですね。ただ玉露自体のインパクト甘みっていうのは意外と少なくあっさりしてますね。なんかチョコレートをもっと量を多くしてもうドロドロに口の中で混ざった方が面白い味わいになるのかもしれませんね。ちょっと一回やってみましょう。はい、ここをこうチョコレートいっぱいある状態で口の中で玉露と合わせていくという面白い。これなんか新しいスイーツというかチョコレートの味わいの幅も広がりますね。面白いですね。では続いてかぶせ茶とチョコレート合うのでしょうか。はい、かわいいかい。すっきりと玉露に比べれば濃度感は薄い感じなんですけども、玉露のインパクトに比べるとどちらかというと水分補給的な感じになりますね。なんかそんなにむちゃくちゃ合うっていう感じではないですね。でも後味が、かぶせ茶特有のうまみもありつつすっきりした切れ味っていうのが合わさって口の中はすっきりとする、そういう風な、感じでまあ悪くないですけども、玉露の方がインパクトが残りました。では続いて煎茶です。おいしい。煎茶をいただきます。ごめんなさい、これ煎茶と思ったら天茶でした。抹茶の原料となるお茶ですね。ちょっともわっとした感じがチョコレートと、なんか合わないです、僕の中では。どちらかというとすりつぶして抹茶にして、でその状態でホワイトチョコレートと合わせるといいかもしれませんね。なんか思ったのとちょっと味わいが違いますね。では続いて煎茶ですね。煎茶の上級の方の煎茶、うまみが兼ね備えられている煎茶。おいしい。やっぱりキットカット最高ですね。すごく口当たりがマイルドなのでかぶせ茶に近い感じですかね。すっきりとした味わいはするんですが、煎茶特有の、後味のキレの良さっていうのは上級煎茶ほどマイルドになっているので、あまりその上級煎茶の良さっていうのは感じることができません。そのまま飲んだ方がいいのかな。そのお菓子は違うお菓子の方がいい気がしますね。では続いて一般的な煎茶ですね。なんかキットカットを食べることで毎回リセット、甘みがすごいプラスされていくっていうのが面白いです。
あ、すごく甘みに対して煎茶の渋みがバーンと正面からぶつかっている感じが口の中でします。面白いです。で、口の中で渋みがちょっと若干勝ってて、後味がすごく複雑な感じ、渋みが強く感じますね。うん、むしろ渋みが際立たせるような形になるのかもしれませんね。うん、でこれが心地いいかっていうとそうではなくて、すごく口の中が喧嘩してる感じがします。なので煎茶はちょっとなんかこの煎茶に関して言うと違う感じがしますね。キットカットに合うっていうわけではないっていう。では続いてほうじ茶。いただきます。あ、これはね、すごくいい感じに混ざりましたよ。ほうじ茶のふくよかな風味、香り高い風味とチョコレートが合わさって、香ばしいチョコレートっていう感じですね。合う。これは合います。間違いなく合いますね。これとこうですね。では続いて玄米茶。玄米茶と合うのでしょうか。いただきます。キットカット美味しい。これはどうやろう。玄米茶のちょっとお米っぽい風味と、このキットカットのウエハースの部分がなんかね、似てるようで違うんですよ。似てるようで違う。だから美味しいかと言われるとそんなにこれに関して言うと合ってないです。合ってない。ちょっと違ったな思ったのと。では続いて京番茶。京番茶とキットカットいただきます。おいしい。京番茶のスモーキーな感じがその煎茶と一緒でバーンってぶつかってきます。チョコレートとぶつかってますね。これはどちらかというとスモーキーな感じが強いので、チョコレートには合いにくい感じがしますね。ちょっと京番茶の個性が強すぎますね。なんか違うお菓子の方が合うっていうのが分かります。では最後に紅茶。紅茶ね、絶対合うはずなんですよ。キットカットのこの洋風な感じとね、紅茶のこの洋風な感じが間違いないです。間違いない。すごく上品な感じの紅茶の渋みとちょうどチョコレートの甘みが中和されるというかミックスされていい感じになりますね。この紅茶の渋みと煎茶の渋みって同じ渋みでも違う渋みなんですよね。なので紅茶に関して言うとチョコレートにはあって、で煎茶に関して言うとチョコレートとは喧嘩するっていうのが分かります。なのでまとめると玉露とほうじ茶と紅茶、この3種類ですね、キットカットには合います。特におすすめしたいのはちょっと口の中にチョコレートを残した状態での玉露。人によったらインパクトが強いので
なんじゃっていうふうに思う方がいるかもしれないです。でも僕はこれは結構好き。うん。これは好き。うん。そしてまあほうじ茶、うん、キットカットに合わせつ、うん、ほうじ茶も香りが高くてさっぱりした味わいの方がいいですね。うん。入り方によってすごい浅い入りもあれば深い入りもあるんですけども、ちょうど真ん中くらい、浅すぎると渋みが残ると思うので、渋みが残らない程度までしっかりいった上で、焦げ臭が出ないくらいまでいっている香ばしいくらいのほうじ茶がいいですね。うん。この玉露とほうじ茶はチョコレートが和風に感じます。うん。それに対して紅茶で合わせるとすごくチョコレートが洋風っていう風にお菓子自体の味わいの雰囲気っていうのが変わってきますね。いやこれ面白かったです。うん。ぜひ皆さん参考にしてください。でこのチョコレートとお茶、このミックスをしてですね、マリアージュっていうんですか、すごくいい組み合わせっていうのを皆さん自身もですね見つけていただきたいと思います。以上、茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。